おはようございます。たかしです。本日は12月20日水曜日、ただいま9時26分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。期間限定でテキストの割引販売をしております。FX を勉強するためのテキストをお探しの方は、クリスマス期間までのお得な割引をご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は大きく円安方向に動いてきました。ようやく反発してきてくれたなというそんな印象です。ただし現在 GMMA の青帯っていうのがすぐ上にありまして、昨日はそこで反発して上髭を残している状態です。ちょうどここっていうのはこの白い水平線ですね。過去の高値がありますが、184円付近に通っている水平線もありますので、ちょうど184円という切り板も意識された形ですね。ですので本日は184円を明確に上抜けられるのかどうかっていうところが注目ポイントです。基本的に昨日の円安を引き継いだような動きになると思いますが、現在はここでのレンジみたいに見えてきますよね。直近の高値、直近の安値っていうところでのレンジも見えてきますので、そのあたりでの大枠での動きになってくると考えられます。ストキャスティクスは上昇中、マクディも若干ですが今ゴールデンクロスしてきておりますので、やはり上昇しやすい試合ではあるんですが、上値も限定的な可能性がありますので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。先ほど日足で言ってました直近の高値安値っていうのが4時間足にすると分かりやすいですね。だいたいこの安値178円ぐらい、178円から179円ぐらい、そこから184円というその間での大枠のレンジですね。現在はダブルボトムからの上昇なんですが、直近の高値を見てますと、ここでのダブルトップもイメージできますので、この間で今上抜けるのか、それともレンジの中に戻ってくるのかっていうところを見ておきたいです。基本的には GMMA の青帯で今までずっと下落してきていたんですね。GMMA の青帯に接触して下落っていうことを繰り返してきたんですが、昨日の上昇でこの GMMA を上抜けてきましたので、まずは GMMA でサポートされるのを待ちたい。いつも言ってますが、ここからの動きは GMMA にサポートされてそこから上昇していく。こんな動き方ですね。ですので本日は調整の下落、もしくは昨日の流れを引き継いで上昇しようとするんだけれども、最終的には GMMA 付近まで下落してくるみたいな、そんな動きを想定しておくといいかもしれません。もちろん現在地付近から上昇していって昨日高値を上抜けてくるっていうことも考えられますので、その場合は動いた方についていくですね。4時間足のストキャスティクスは高値圏にありますので、やはり基本的には4時間足単位の今の調整の動きを本日はしてくる可能性が高いのかなとも思えます。では1時間足です。1時間足は上昇トレンドを作っております。高値を切り上げ、そして安値も切り上げてきているっていうところで上昇トレンドなんですが、 GMMA の青帯を若干下抜けておりましたので、ちょっとここの動きは分かりにくいですね。ですので昨日のこの上昇が本日調整の下落をしてきて GMMA の青帯で接触して、そこからの上昇になってくれば分かりやすい上昇の動きになってくると思いますが、今朝方からじりじりと上昇はしてきておりますが、やはり GMMA に接触するぐらいまでは待っておきたいので、もう一段の下落なのか、このまま横の動きをすると GMMA がゆっくりと上がってきますので、そこに接触しての上昇なのかっていうところを見ておきたいですね。ただし先ほど4時間足で見ていましたように、4時間足の GMMA もうちょっと下にあるんですよ。ということは今ここから上昇したとしてももう一回下落してくる可能性というところも考えておきたいので、基本的には円安方向に動きやすい、本日はそういう試合が続くとは思いますが、今4時間足の調整に入っておりますので、そうすると1時間足単位ではもう一段下落っていうところも考えておきたいので、その辺の動きに注目です。では次はドル円の冷やしから見ていきましょう。こちらもポンド円と同じです。基本的な形は同じですね。円安で動いてきてますので、当然ポンド円はドル円と同じ形になってきます。昨日は強めの上昇なんですが、意識されるこの白い水平線付近で一旦上げ止まったところですね。ここの水平線は145円というところで、145円という切り板が意識されての下落になってきております。本日は再び今のところ陽線が出てきておりますので、再び昨日の高値を目指すような動きをしてきそう。ストキャスティクスも安値圏からゴールデンクロス、マックディもゴールデンクロスですので、上昇しやすい試合ではありますが、この辺に4時間足単位でトレンドラインが引けるんですね。ですので昨日はそこにぶつかって下落してきておりますので、その辺見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足先ほど言ってましたこの白いトレンドラインですね。ここにぶつかっての下落になってきております。これ以前からずっと引いておりましたし、ずっと意識されているのがわかりますよね。過去何度もこのラインにぶつかって下落してきているので、
昨日の下落ってかなり分かりやすかったんじゃないかなと思います。ここにぶつかってきたところでエントリーしていれば、そこからの下落にはなっているんですね。で、本日ここからどう動くかなんですが、基本的には昨日の円安の流れを引き継いでいくと考えておりますので、現在 GMMA の青帯、ここもポンド円と一緒です。これが下からサポートするような動きをしてくれば、そこに合わせて上昇していくと考えられます。逆にサポートできなければ、ここから下落していきますので、今までのこの下落トレンドの流れですね、その流れに乗って下落していく可能性もありますので、本日は現在地付近で揉み合ってくるだろうという、そういう想定ができます。4時間足のストキャスティクスは高値圏にありますので、こちらも現在は調整の動きですので、本日上昇する可能性はあるんですが、上昇してもあまりどんどん上がっていくとかではなく、現在地付近、昨日のこの高値圏での揉み合いになって、そこでの上昇になるのか、それともトレンドライン接触からの下落になるのかっていう、そういう分かれ道に来ておりますので、その辺を見ておくといいですね。基本的には昨日の強い上昇がありますので、下がったところから短く買っていくっていうスタンスでいいと思いますが、大きめの調整下落をする可能性もあるので、その辺は注意です。では1時間足です。1時間足は上昇トレンドを描いての上昇中、高値を切り上げ、安値も切り上げてきております。そして GMMA の青帯に沿って現在上昇中。昨日の強い上昇で一度4時間足のトレンドラインにぶつかって、そこから下落はしてきましたが、今再び1時間足の GMMA にぶつかって上昇できるのかどうかというところですね。ただし先ほども言いましたが、4時間足の調整をまだ起こしそうですので、ここから本日どんどん昨日の高値を超えて上昇していくっていうのは難しいかもしれない。もし上昇してきたとしても、昨日高値での一旦ダブルトップでの下落、そこからの上昇になるのかっていう、そんなイメージが持てますので、先ほど言いましたように、昨日の高値圏での揉み合いですね。つまり145円から本日のこの安値ぐらいのところ、143.5 付近、そのあたりでのレンジと考えておくのがいいかもしれないですね。そしてそのレンジを下抜けた場合はもうちょっと深く押してくると。そして上抜けた場合はこのトレンドラインを抜けていくことになりますので、比較的大きく上昇する可能性があります。基本的には上昇トレンドを1時間足は作ってますけれども、もし GMMA の青帯を下抜けてきた場合はちょっと上値が重くなってくると思いますので、その辺は注意ですね。現在は青帯でサポートされてますので、ここから本日は一旦上昇するのか、それとも GMMA の青帯を下抜けて深めの押しをつけてくるのかっていうところを見ておきたい。もちろん上昇してくれば昨日の高値は意識されますので、そこでのダブルトップっていうところも考えておきたいですし、下がってくれば昨日のこの長い下髭 142.5 付近っていうのも意識されてきますので、その辺の動きですね、142.5 それから145っていうところを意識しておく。そのあたりでの動きを見ておくと本日は分かりやすいかもしれない。もしくはこの GMMA の青帯と昨日高値ですね、今1時間足の GMMA の青帯でサポートされそうな雰囲気でもありますので、ここと昨日の高値の間での揉み合い、そしてその揉み合いを抜けた方、下がれば昨日の安値ぐらいまで、上抜ければトレンドライン上抜けっていうところを見ておくといいかもしれませんね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月初がお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご利用いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。